皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は久々にハードオフでジャンクのマザーボードを見つけたので、こちらの動作確認などをしていきたいと思います。今回はどんなマザーボードなの？はい、それでは早速見ていきましょう。今回はこちらにすでに見えているんですが、ギガバイトのマザーボード、Z97 になります。こちらお値段なんと、2200円で購入してきました。Z97 ってことは、外れる、ね。ですね。ただこちらのマザーボードなんですが、やたら汚いんですよね。うわ、確かに汚いわね。まあでも逆にこんな状態でも動くのか気になって購入してみました。ちなみにこちらのマザーボードなんですが、中古、ジャンク相場でも5000円ぐらいするものなので、動けば安いかなと思って購入してみました。確かに動けば相場よりは安いわね。では早速中身を開けて状態をもっとよく見てみましょう。はい、こちらが本体となります。すでに茶色くなってる部分等が見えるかと思いますが、近づけてみてみましょう。なんか M.2 のところ油みたいな汚れない？はい、こちら M.2 周辺には油みたいな汚れがあり、PCI スロットのところにはサビやら汚れみたいなものがぎっちりついてます。何これどんなことしたらこんな汚れがつくんだろう。それでは他のところも見てみましょう。こちらのスロット周辺にもサビみたいな汚れや、ホコリやゴミがかなり大量についてます。そしてこちらのバイオスチップ周辺にもサビやら汚れ、また、ハンダの端子部分にもかなりの汚れがついているのが確認できます。うわ、汚い。それでは上の方にも行ってみましょう。先ほどまでの汚さはあまりありませんが、割とゴミやらホコリやらはついてるって感じですね。なんだろう。マザーボードにジュースでもこぼしたのかしらね。まあ上の方も汚れはありますが、真ん中より下はだいぶ汚いですね。一応ピンの状態も確認しておきましょう。パッと見た感じ。ピン折れや曲がりは、なさそうな感じですね。ピンが無事ってことはもしかしてワンチャン。もしかしたらワンチャンあるかもしれませんね。で、これ洗うの？とりあえずこのまま起動確認してみようかと思います。とりあえず IKEA 製ベンチ台に乗せて、確認用 CPU にセレロン G1840 を乗せて、メモリは 4GB を1枚乗せて、リテールクーラーを取り付けて、電源をつけて、補助電源も忘れずに、一応念のため、CMOS クリアもやっておきましょう。ということで検証環境が整ったので、早速起動確認してみましょう。シュラララ。それでは動作確認してみましょう。スイッチが見つからなかったのでドライバーで。あれ？これドライバーだから動かないの？いやそんなことないんですが、その後もメモリの位置を変えてみたり、電源を変えてみたり、スイッチが見つかったので、スイッチでやってみたりとしたんですが、残念ながら起動することはありませんでした。全く通電しないっていうのも珍しいわね。まあジャンク品ですから、とりあえず汚れがひどいので洗ってみたいと思います。はい、やってきました洗面台。なんかここで洗うのも高齢化してるわね。むしろここじゃないと洗えないんですけどね。ピン保護のために CPU はつけっぱなしの状態で洗っていきます。とりあえずまずは水洗い。水の勢いでゴミを飛ばしていきます。そしたら柔らかめの歯ブラシを使ってゴシゴシしていきます。何回見てもこの光景は慣れないわね。やってる本人も慣れません。とりあえず一通りブラッシングが終わったので、どのくらい汚れが出ているのか見てみましょう。いやすでになんか浮いてるんだけど。こちらがブラッシングしたマザーボードのゴミになります。汚な。出土品グラボの時もやばい汚さと思いましたが、こっちは得体の知れないゴミや髪の毛がいっぱい出てて、相当汚いですね。お食事中の方いたらごめんなさい。とりあえずさっきの水は流したので、今度はこちらの中性洗剤を使って洗浄していきましょう。なんかいろんなゴミが多かったので、念入りに洗剤を塗布していきます。そしたら歯を磨くようにゴシゴシしていきます。細かいところも忘れずに。いや歯じゃないんだから。全体的にゴシゴシできたらすすいでいきます。でも、心なしかマザーボード自体はすごい綺麗になってる気がする。相当ホコリやゴミだらけだったんで、その分はだいぶ綺麗になったと思います。すすぎ終了。ああ気持ちよかった。なんか変な声が聞こえましたが、この後ベランダで24時間以上乾かしました。はい、こちらが乾かし終えたマザーボードになります。
あれ、だいぶ綺麗になったんじゃない？そうですね、ビフォーアフターを見てみましょう。左が洗う前のもので、右が洗った後のものになります。洗う前のものは全体的に色が灰色っぽくなってたけど、洗った後のものは黒い部分やヒートシンクの輝きなんか違うわね。ですね、あんだけゴミも出たし、相当綺麗になったかと思います。ただ、こちらのバイオスチップ周辺なんですが、ハンダの足のところのゴミ、サビ、が結構付着したままだったんですよね。ああ確かにそうね。なのでパーツクリーナーを使ってさらに洗浄していきたいと思います。せっかくなのでチップセットの部分も外して掃除してみました。特にハンダの足に付着していたところを重点的に掃除してみました。これで動くようになるといいわね。ですね。ということで一応こんな感じになりました。完全に除去はできなかったんですが、まあ最初に比べればいいかなと思ってます。では再度動作確認してみましょう。シュラララ。それでは再度起動確認をしてみましょう。ボタン電池は新しいものに変えておきます。それ以外は全て動作確認済みのパーツです。それでは行ってみましょう。スイッチオン。ということで残念ながら洗浄だけでは起動することはできませんでした。まあ洗うだけで治るって言うんならみんなやるわよね。そうですね、前回までは動いたものをきれいにするために洗ったっていうのもありましたし、テスターとか使えないので、どこが壊れているのか私にはわからなかったので、今後はそういったものも使えるようになりたいなと思いました。はい、ということで今回は、残念ながらラッキージャンクではなかったんですが、色々と問題がありそうなジャンクマザーボードのご紹介でした。結局何が原因だったんだろう。それがわかれば、まあこれから色々実験用として使ってもいいんじゃない？そうですね、テスターだったり、ハンダだったり、まだ自分ができないことが多いので、今後はそういったものにも挑戦していきたいなと思っております。あんたの不器用さじゃ先は見えてるけどね。シュラミちゃんひどい。ということで、今後もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。